はいどうも、実行の時所の亮太です。今日は鋼とステンレスで切れ味が変わるのかっていうのを検証していきたいと思います。それで今回はスペシャルな方に協力していただきます。で今回協力していただくのは大阪の有名なお寿司屋さんで三新さんっていうお寿司屋さんがあるんですけど、そちらの大将の石渕さんに協力していただこうかなと思います。それでは簡単に自己紹介だけお願いします。三新の石渕と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回お刺身を切っていただくんですけど、今回切っていただくのはどんなお刺身になる？今日もイカですね。剣先イカは長崎の対馬。あとマグロはちょっと今日は大間から来ております。その2種類を分かりやすくちょっと切りつけて実証します。それでは今から実際に切っていただきたいと思います。はい、じゃあ、まずは、今回使う包丁の紹介をしたいんですけど、今回使うのはこちらの2本ですね。で上のやつがステンレスで下のやつが鋼の包丁になるんですけど、鋼の方が白紙2号になります。でステンレスのやつは銀酸を使っていきます。でこの2本2つとも、僕がちょっと天然砥石で本場付けしているタイプのやつになりますので、なるべく同じ条件に研いであります。で今回はこちらを使って切り比べしていきます。それで切り比べした後に、実際に食べていくんですけど、今回は三新さんの大将とスタッフの方何名かと僕と今回実行の社長が来てますので、社長も入ってもらおうかなと思います。それではお願いします。よろしくお願いします。これだけ入れたら分かりやすい。人たちじゃ分かりづらいかもしれないんで、イカの方はもういっぱい包丁入れました。ありがとうございます。同じ切り付けでいきましょう。
切りつけて時間差があるんで両方一回冷やしときましょうか。そうですね、同じ条件になれば。ありがとうございます。それでステンレスと鋼で今切っていただいたんですけど、なんか切った感じの違いとかってあったりしましたか？なんか鋼を普段使ってるんで鋼の方がなんか心地いい感じ、まあ、スッと入る感じはありましたね。切れるね。ありがとうございます。食べてないけど美味しいのが分かる。お前ちょっとお醤油どうですか？綺麗すぎます。あんまり分かってないですけど、マグロ1匹で入っても今日ちょっとたまたま塊があるので分かりやすいんですけど、ここはお腹のとこを買うんです。お腹の一番脂の乗ったところですね。これだけ見ても部位が分からないですよね。マグロ1匹あって、普通に三枚おろしをマグロ頭取って三枚おろしをした状態が、こんな感じですね。これが俗に言う三枚おろし、でこの中で、こっち側が背側ねと腹側、で背と腹で分かれるんですよ。背の頭の方と背の尻尾の方とで分かるの骨に近いほど赤いんですよ。皮に近いほどトロ。そうなんです。ここが背トロって言われるんですね。この茶色いのが血合いです。でここに今お腹の横のこの頭の横の鎌があって、鎌を落として尻尾を落として、ここからだんだんお店にいろいろ売っていくんです。精使う人もいますし、僕はここだけを買うんです。なるほど。お腹の一部分を、これがここなんですよ。おお、分かりやすい。こっちの方が脂が強くて、これ言うたらちょっと逆の上身なんで逆なんですけど、こっちの方が脂が強くて、そうなんですね。霜が降ってるでしょ。でだんだん尻尾に近づくにつれてだんだん脂が、柔らかくなってくるのがこれ。ああ、なるほど。そこでも違いがあるんですね。で同じようにここが血合いがもともとあって、でここに赤みがついてます。これがみんな言う天身っていうところですね。腹の赤身のところ、一番味が濃いっていう。血合いの横は血合い岸があって、でだんだんこっちに向かうにつれて脂が強くなって大泥になっていくんですね。で皮目の下の方がやっぱ脂が強いです。上に行くほど柔らかく。でこれをネタにこうやって順番に落として、でそれを切りつけていく。これが柵取りって言いますよね。すごっ。そんなにできる。これを落としていってこういうふうになる。わかりやすいでしょ。わかりやすいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃわかりやすかったです。はい、それでは今から実食したいと思います。じゃあ皆さんこちらにお願いします。寿司三振で、今3年働いてます清水恭平と申します。うちの社長です。よろしくお願いします。どちらからの方がよろしいですか？どっちからの方がいいかな。どっちからがいいですね。どっちからの方がいいですかね。でもステンの方が味はなんですか、酸化の味とかは含まれないはずなので。綺麗な味してますよね。多分イメージ的には。じゃあ誰からいきますか。じゃあこちらから。はい。じゃあ僕からいただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。いやなんか食べた瞬間ほどけます。まあちょっと1回目なので味が比較はできないですけど、イカの甘みがすごい強くてねっとりした感じもありますし、めちゃくちゃ美味しいです。やばいぐらい美味しいです。いただきます。こっちがステンです。左側がステンです。
美味しい。美味しい。すごい美味しい。じゃあ次は鋼で切った方をいただきます。すごいな、下通りが全然全然違めちゃくちゃうう。まいね。すごいな、鋼すごいな。全然違う。すごい溶けるスピードが速い。鋼の方が美味しく感じます。美味しいですね。圧倒的美味しいです。そうですね。角も立ってるような感じがする。へなんかイカは鋼ダメって聞いたことあるけどね。ね、僕もそんなイメージがあったんですけど、え。いや結構違うもんですね。面白い。鋼の方が圧倒的にうまい。はい。ということで、では次はマグロいはいただきます。はい。こうやって間になんか飲んだりした方がいいんですけど、味変わるかな。ちょっとね、水じゃない方がいいな。多分ちょっと臭みしてくるからお茶の方がいいじゃん。風味もちょっと違いました。鋼の方が甘かったね、圧倒的に。切れ味としては別に切ってる時にはその違和感は別になかったですよね。どっちが切れ味がいいっていうような違いはそんなに感じれるぐらい。鋼の方がちょっと軽いでしょ。あ、そうなんですよ。そうですねはい。ちょっと重さが違って、その分軽やかさはあったけど。でも面白いですね。すみません。ありがとうございます。ちょっと薄めに。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。しています。じゃあまずはさっきと同じステンレスから。めっちゃ美味しいです。はい、じゃあ忘れないうちに、はい忘れないうちいきたいと思います。いただきます。やっぱりちょっと鋼の方が味が濃く濃い感じます。ですね。はい。香りもなんかよく感じる。違う。違いますね。違う。違いますね。へえ。不思議やな。美味しい。どっちもめちゃくちゃ両方美味しい。美味しいからな。確かにそれだけ食べたら分かんないですけどね。比べたら全然違うね。そうなんで。不思議、味濃いね。ありがとうございました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 。とても貴重な経験とんでもないこちらこあそです。ありがとうごりざいます。がとうございます。ということで検証してみたんですけど、結果としてはステンレスと鋼だと味は変わりました。で、どんな感じで変わるかっていうと、やっぱり鋼の方が少し深みを感じるっていうか、味が少し濃く感じるような違いがありました。ということで皆さんも今回の検証結果を踏まえていろいろ比較してみてはいかがでしょうか。それでは今回はご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また何かあればよろしくお願いします。お願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。すごい似合っいや、面白かったです。本当にいい経験させていただきました。ね、ありがとうございます。宿題が美味しすぎてな。めちゃくちゃ美味しかった。やばいぐらい美味しかった。マグロの方がなんかより、濃くなった香りも立った。すごいな。なんかこの濃さを生かしてなんか料理をできる、より淡白な方が良かったら、ステンで切った方がいいとかも聞いてそうですね。ステンのだってやっぱりこう匂いを取るはい。なんか性質が関係してんのかなっていう
感じますよね。臭みも抜けるから、ちょっと癖のあるやつをさっぱり食べさせたい時はいいかもしれないですけど、そうですね。そういう使い分けができると面白いですね。5時なんで。有名なやつで。うちで最近推してる包丁なんで。はい。すごい。一応うちでは寿司切り。寿司切り。名前で。巻き寿司用の。すごい。ちょっとすごい。あまりも海賊みたい。おお、ちょっと待って。ノーストレス。すごい。一応それも僕が本場付けさせていただいたんで。すげえ。ちょっとかっこよすぎる。切れすぎて怖い。ハーブもそうですけど、ベビーリーフ、あとまあ食べれるお花とか、そういうのを全部ここで締めて。はい、どうぞ。ハーブのロジメ。商売はできないですね。北海道から飛行機に乗ってきてるエアビーのサンマです。北海道厚岸っていうところで上がってます。生のサンマは本当にちょっとの間しか食べれないんで。よいしょ。おちもなってる。普段砥石は何番使われてるんですか。6000で、もうほとんどもう6000でしか使わないですね。でちょっと飛ぶときは2000使ってちょっと3000に上げてで6000。毎日飛ぶ少しずつ6000番で研いでる。少しずつ、もう本当に最後ちょっと当てるぐらいで、まあ切れ味本当落ちてないんで。表面の包丁と表面じゃない包丁で、切ってる時の感覚って結構違います。なんか表面の方が僕ちょっと切りづらいなってずっと思ってましたけど、これはそんなことないですね。なんか離れないイメージがなんかちょっとあったんですよね。実際どうなんですか、これ。手で表面した時にちょっと粗い線が残ってたりすると、その張り付くっていうのが結構起きやすくなるんです。でもその完璧に傷をめちゃくちゃ消して表面にした場合は表面の抵抗が減るので滑りは良くなります。ただ張り付きはやっぱり出てくるので、食材がべちゃっと張り付くっていうのはありますね。水分量が多い食材とかを切るときは表面の方がめちゃくちゃ切りやすいですし、水分量が少ないものは張り付くイメージかなっていう。大締めの魚とかね、それやっぱ難しいよね。いい匂いね。三種のね、福井に永平寺っていうお寺がありまして、そこを作った道元禅師さんがいらっしゃいますけ
お坊さんですね。本当は精進料理を作っておられる、その人が説いた料理人の心得です。3つの心を料理人は大切にしなさい。それから、寄心、老心、大心、3つの心です。寄心は、喜ぶ心と書くんですね。感謝の心です。料理を例えばこうできる健康な体であったりとか、そういう環境があることにまず感謝しなさい。でそれを食べていただける方がいることにも感謝しなさい。そういう資源があることにも感謝しなさい。これがその寄心っていう、喜ぶこと、感謝のことです。で次が老心っていうのは、老婆心のことですね。親心、自分のこう思うように食材であったりとか、調理器具であったり、そういうのも大事にしなさい。それがその老心。で3つ目が大心ですね。大心は、大きな心、小さなことにとらわれずに大きな心で料理をしなさい。いろんなことがあるけどな、そういうのも含めて一つの景色を捉えなさい。その大心、これ3つのことです。その料理をこう志して、まだこの道入った時に、こういう盆山でも僕らカウンターの仕事をして、お客さんはいろんなことを質問してくるじゃないですか。だからその料理のことをちゃんと答えれるようにしとかなんとあかんな。ヒラメっていつが美味しいのとか、シャイってどこ、お酢って見つかってんのとか、そういうことにはちゃんと自分が頭の中で理解して答えれるようになっとこうって、とりあえず若い時は本当に本をいっぱい読みましたね。その時にその三心っていう言葉に出会って、これはすごいいい言葉だ。いつか店やったら三心っていう名前にしようって、すごく若い時に決めてました。